この車はこの間発見した時にこう多分驚いてこの状態だというのは確かにその泥の中に沈んでるような状態はあれだったんですね。ちょっとかわいそうに見えたんですね。でも正直にそういうところをちょっと見越してこう違う見方をすると、この車の下ね、またすぐ目がこういうところに行く人もいるんだろう。こういうところもね、こういう見て、いやーサビだらけっていう見方もあるんだけど、正直にこれはね、マフラーは変えられる。このデフとかこのカバーとかもうクリーンアップもできる。それの泥がすごいよね。それよりもこういうところです。ここロッカーパネル、そしてフロアの部分、そしてここのところに全く錆びてないところですよね。でもスティーブさん、ミッションはもうボロボロじゃねえって。確かにそうだけどね。これも今交換用のパーツも注文したし、スレーブシリンダーとかこれはねボロボロに見えるんだけど、まあ乗ってみて中身まではボロボロなのかということも分かるので、おそらくそんなことないと思います。見た目だけのことです。これもクリーンアップもできると思いますよね。クリーンアップといえば必要なのはこれですね。ちょっとしたらまあインタークーラーもね潰れてるところもあるし、何よりでもこれは少しやっぱりやり直したいなっていう、ところがありますよね。いろいろリストアが必要なんだけど、正直に元のベースがとっても丈夫で強いんで、すごくいい車はもうゲットできたんじゃないのかなと思いますね。マフラーは買いますよ。これはそういえばどこのブランド？富士壺技研って書いてあるんでね。メインファクトリー、日本のジャスママークというんですか、ジャスママーク、スープラについてきたバンパー、そして、サイドデフューザー、そしてこの後ろの部分ですね。このバンパーはどこのものなのでしょうかね。見た目的にはこういろいろあるんだけど、本物なのかコピーなのか貴重なものなのかはね、どういうものなんでしょうね。この後ろにこういうのは書いてあったんだけど、 MT0025RK ってどういう意味なんでしょうかね。まあね、有名なメーカーのキットならまあ価値があるんだろうと思うんで、正直にこのバンパーは、まあ、私とあっちゃんも含めて俺たちのスタイルではないんですよね。ちょっと違う感じにしたいなと思うので、おそらく売ることになると思います。そしてこちらに持って帰ってきたフェンダーがあります。フェンダーは程度いいですね。全然錆びてないし、すごく程度のいい、純正のシルバーのフェンダーですね。そしてオリジナルシートも程度がまあ汚いんだけど、程度が悪くはないですよね。綺麗にしたいなと思う。まあ多少気持ちだけというところはあるんだけど、基本的に悪くはない。そしてこのウィング、これは純正のウィングなのか、もしくは今ついてるあれ TRD のものになるのかな、コピーなのかな、わかんないですね。持って帰ってきてからその日にもう上に上げて、クラッチのシリンダー新しいのを注文しました。そしてそこからはエンジンをかけてないので、まあこれと上のマスターを交換することになりますよね。言っちゃってるもんな。あと気づいたのは、まあ、虫とか雲とかの数がすごい、以外にも車高調がないですよね。普通のショック、こちらのショック後ろも車高調ではないですよね。日本のトキコの、ストラットというんですか、ショックというんですかね、ショックがついています。それが間違いなく、変わりますよね。車高調にすることは間違いないです。この辺りもね、泥がすごいけど
すごいけど錆びてない。そしてこのフィールとタイヤ、まあ正直にちょっとスティーブの好みと俺とあっちゃんの好みが少し違いますよね。違いがある。だけどタイヤがかっこいい。残念ながらこれね17インチかな、18インチになると思うので、このタイヤは使えないことになるので、フィールとタイヤを売ることになるかな、他の車両に使えない限りは。ボディも見て、へこみもない。ロッカーパネルの錆もない。まあへこみが少しこれがある。昔誰かがジャッキで何かジャッキアップしようとしたのかな。ここだけですね。あとはこっち側は完璧です。ないです。それ以外は見るとないです。ネジの穴が後ろのカバー用の穴なので、ボディは綺麗だな。綺麗。ついてきたホイールはこれは何インチなんでしょう。18なのかな。これはどこに書いてあるのでしょうか。どこにサイズはスポーツ X。 どこに書いてない。どこかちょっと待ってください。サイズはどこにも書いてあった。245、これ19インチのバリアンザ。これも残念ながらちょっと俺とあーちゃんも趣味と違うので、これは売ることになるのかな。これ売ります。そしてこのハッチは使おうか使わないか。ドアパネルも車の中にカーブのドアパネルもあるんで、これを使おうかどうか。これセイボンのリアハッチなんだけど、どうでしょうね。どうでしょう。かっこいいかもしれないけど、純正のものもいいんですよね。そして純正のボネット。車についているのは何人かにスティーブさんあれは TRD のボネットじゃないでしょうかと言われたんだけど、正直セイボンと書いてあったような気がするのでちょっと違うと思いますが、見た目的にはそういう TRD っぽいものなのかな。まだクリーンアップが必要なんだけど、その前にゆっくりと何がついてきたのか。中にもパーツがいっぱい積んであります。ちょっとそれも出して、中まで、見てみたいなと思いますね。先ほど言ってたこのボンネット、かなりもういっちゃってるんだけど、これはまたクリアコート透明、の塗装をすればレストアはできるんじゃないのかな。綺麗にできるんじゃないでしょうか。ただこれは本物の TRD なのか、皆さんどう思います？かっこいい？やっぱりカーボンのボンネットもいいんだよね。悪くはないと思うんですが、どうでしょうか。開けておくとセイボンと書いてあるので、本物じゃないんだけどかっこいいボンネットだと思いますが、このカバーがわざとということなのかな。じゃあエンジンルームはこういう感じです。汚いのは当然なんだけどクリーンアップが必要です。エンジンはその 2JZVVTi のエンジンですね。あーちゃんの方が詳しいんだけど、これちょっと勉強します。この状態だったので、マスタースチルなこのクラッチマスター自体が違うものじゃないでしょうか。もうファイアウォールにも当たってるので、カバーはなぜないのかって分かるような気がする。カバーかけられない状態のなので、一体どういうことなんでしょうか。中はこういう感じです。エンジンがかかるかな。ちょっとかけてみたいと思います。おお、金婚。いい音だ。私綺麗な音だよね。あれ、ドアが開いてるよっていうのもついてるね。変にいじられた車だったらこういうところとか金婚とかはならないとか、
ランプ当たり前につくはずなランプがつかないとかってことだよね。今気づいたんだけど、スパークルのペダルが入ってますね。そして気に入ったケンウッドのディスク、ミニディスク、鍵オンにすると、ほら懐かしくない？懐かしいよね。この時代は90年代でこれが流行ってた最新技術のことだったのかなかっこいい。これはこのままですね。それからミニディスクを何かを買って、これで音楽聴きたら、90年代の音楽聴きたらいいかもしれないな。タコメーターは変えられてますよね。ちょっとこうね、これどこのメーターなんだろうか。ステップマスター。時計も動いてるのと、ダッシュも割れてないことですよね。ヘッドライナーも綺麗。運転上のご注意。ちゃんと日本語で書いてあります。このシフトノブが面白いんだけど、あっちゃんがまたもう一個のシフトノブを発見したような、これ。カーボンのやつも、こっちの方がいいんじゃないねえ。はい。うわ、すげえ。テレフォンと。こういうこともあったんだ。電話とつなぐことできたんだのか。ランプがつく。はい。かかった。バッテリーがちょっと弱いんだけど、インストール。かかった。すごい。バッテリーが弱いのによくかかった。はあ。エンジンはやっぱり古い燃料とかもまだ結構入ってるんだけど、エンジンはスムーズだね。ところでアメリカのラジオを聞きたくても聞けないんだよね。アメリカだとね、電波の違いでこう聞けないというところはちゃんと動くかな。動いた。うわー、すげえ、ちゃんと動くんだ。そしてシフトライトだ。今発見。シフトライトがこの上にあって、おそらくシフトランプ。はあ、このタコメーターにつくやつだよね。ライトがヘッドランプとかついて、でもダッシュ、ほらハイランプ、とティルトホイールもある。すげえな。ガラスも綺麗。うわ、いい車ゲットできたんじゃない？うわ、マニュアル、そっか、これに何かが入るのかな、ブートが。これは正しくないブートだと思います。オフにならないか。押しても。あれ、冷たいのが吹いてきたんだよ。オフを押してもオフにならない。はあ、すがらいがつくのかな。ガラスがパワーウィンドウ。ほら、ワンタッチ。はあ。せがらいはまさか。すげえうわー、いい車だよね。うわー、いい車だよ。あっちゃんはいないけど、あっちゃんいい車だよ。あっちゃんおとなしい音ですよね。ずいぶんおとなしい。今動いてるのかどうかわかんないのは、エンジン音がしばらくかけて、いるんだけど、上がっていかないんだけど、センサーの問題なのか、もうちゃんとこっちに来ると、暑いわけじゃないんだけど、暖かくなってきた感じなので、お水が回ってるのは回って
いるとラジエーターも熱くなってきてるんだよね、少しずつ。なのでエンジン音も上がってるはずなんだけど動かない。エンジン音は分かんないのかな。その添付センサーの問題なのかちょっと確認しないとね。エンジンはこの音なんですかね。それちょっと聞いて。ってしている音が少しあるんだけど、どうなんでしょうね。このパワーステなのかな、ウォーターポンプなのかな。気持ちだけ。でもこれその音きっとなんかのベアリングかなんかのポンプかなんかだよね。ところでこのウィングです。これは本物の TRD のものなのでしょうか。俺は好きなんだよね。なんか友達がスティーバーのウィングあんまり好きじゃないよとかってで言われたんだけど、悪くはないと思うよね。これはかっこいいと思わない？もしくはあっちにあったシルバーの元のやつの方がいいのか。車の中もう覗きましょう。よし、いろいろ、積んで持って帰ってきたんです。このヘッドランプガラスの重い新品のものですね。そしていろいろ入ってます。これはそのテールランプのことと、はい、これはボンネットの、ロックだよね。そしてなんか LED もあって、ドアパネルもある。ドアパネルといえばそのアセーボンのカーボンのやつもそちらにあります。まあちょっと一旦全部下ろしてクリーンアップしましょうか。ダッシュは上もあると、確かに63の車もこういう仕組みになってたんだよね。何かが入ってる。前の借金書とかの情報なのかな。何かがなんかあるよね。ある。何これ。